こんばんは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日はシールの特徴と選定基準についてお話ししていきます。今日お話しする内容は次の4つですね。密封する対象、固定用と運動用、使用圧力、使用温度。今日はこの4つについて詳しくお話ししていきたいと思います。それではまずシールとは何かというお話からしていきたいと思います。シールとは何かと言いますと、流体の漏れを防ぐ密封装置ということができます。例えば身の回りで言いますと、水筒の蓋とかタッパーについているゴムですね。あれがシールということになります。ゴムをある程度潰して流体の漏れを防ぎ密封する機能があるもの。これをシールと言います。で、シールにはいろいろな種類があって、機械で使うシールは次のようなものですね。具体的な製品名で言うと、オーリング、オイルシール、ガスケット、それからロッドパッキンなどですね。それぞれに特徴があって、使い分けをしなければなりません。この動画を最後まで見ていただくと、設計のシール選定をするときにどのような基準で選べばいいか、その時の設計条件に合わせたシールの選び方がわかるようになります。それでは詳しく解説していきたいと思います。それではシールを選定する時の基準についてお話ししていきたいと思います。シールには4つぐらい種類があって、オーリング、オイルシール、ロッド、ピストン、パッキン、ガスケットと、この4つで今日はお話ししていきます。で、シールの機能としては5つぐらいありますね。上の欄の固定用、それから直線運動用、回転運動用、使用圧力、あとシール対象物。この5つが分かっていれば、どのシールを選ぶべきかというのが見えてくると思います。まずオーリングからお話ししていきたいんですけども、オーリングは比較的万能ですね。この5つの能力のうち、ほぼ全てを網羅できると考えてください。で、オーリングは固定用にも使えます。直線運動にも使えます。直線運動というのは、油圧ジャッキのような収動するところのシールに使えます。それから回転運動にも使えますね。例えばポンプのような回転する軸のところのシールにも使えます。それから圧力が高圧で使えますね。例えば油圧機器のシールになんかも使われています。高圧の場合はバックアップリングというのを併用する必要がありますけども、約35メガパスカルの高圧まで使えるというのがオーリングの能力ですね。そしてシールの対象物はグリスだったりオイルだったり、あとエア、その他の流体に使うことができます。シール対象物によって材質を選定する必要がありますので、オーリングにも様々な材質が設定されてますので、これは後でご紹介します。それでは次はオイルシールですね。オイルシールは基本的には回転運動用のシールということが言えます。直線運動できるものも一部にはありますけども、ほとんどは回転運動用に使われます。で、使用圧力は低圧またはゼロですね。で、シール対象物が、これはグリスがメインですね。一部オイルに対応しているものもあります。ですからオイルシールはグリスを低圧の圧力範囲でシールすると、そういう機能を持ったものですね。で、回転運動用に使えるのはオーリングと同じなんですけども、オーリングとの違いは抵抗が少ないということですね。オーリングは締め付け力が強くなってしまいますが、オイルシールはリップ形状なので動力損失が少ないということが特徴として言えると思います。ですから回転運動に使う場合、オーリングの場合は高圧でかつ回転トルクが大きくて機械損失がある程度あっても大丈夫なものに使って、オイルシールの場合は機械損失が少ない回転トルクにそんなに余裕がない機器に使うのが通常だと考えられます。次はロッドピストンパッキンです。これはその名前の通り、ピストンロッドに使われるパッキンです。これは油圧ジャッキだとかエアシリンダーのピストン、直線運動用に使われるものですね。で、使用圧力は高圧で使うことができます。シール対象物はオイルとかエアですね。で、断面形状は U 字型をしていて、
これ U パッキンという呼ばれ方をすることもあります。ほとんどの油圧ジャッキとかエアシリンダーで使われているシールと言えると思います。それでは最後はガスケットですね。ガスケットは面パッキンのことをガスケットと言います。例えば工場の太い配管のフランジとフランジのつなぎ目に入れるパッキンですね。これをガスケットと言います。それからエンジンブロックとシリンダーヘッドの間に挟んでいるパッキン、これもガスケットですね。それからサニタリー系の配管のヘルールジョイントのつなぎ目に入れられているのもヘルールガスケットという言い方をします。簡単に言うと面パッキンで固定用に使われて主に低圧で使われるというのがガスケットです。で、シール対象物はオイルとかエアとかその他の流体と言えると思います。それではオーリングの詳しい特徴と設計上注意する点を解説していきたいと思います。こちらが新日本オイルシールのカタログになります。こちらの中を見ていきたいと思います。はい、こちらがオーリングの特徴を書いたページですね。オーリングの特徴はコンパクトで装着が簡単、漏れ止め機構として信頼性が大きく、種類サイズが豊富、在庫があって安いと。この通りだと思いますね。標準部品として一般に市場にたくさんサイズがあって価格が安いということが特徴です。で、オーリングの種類としては大きく3つに分かれてて、一般機器用、自動車用、航空機用と分かれています。で、私の業界では一般機器用、産業機械ですので、こちらの規格を使っていますね。JIS で言うと JIS-B の2401という規格が当てはまります。一番下の用途別のところに P 版、G 版、V 版というのがあるんですけども、P 版が運動用ですね。G 版が固定用です。P 版はもちろん固定にも使えるんですけども、何が違うかというと、オーリングの線形、太さが違いますね。運動用の場合は線形が太く設定されています。これは当然動くので摩擦に対して抵抗力がある、簡単にちぎれたりしないとか変形しないというふうに考慮しているものですね。それでは次はオーリングの材料特性を見ていきたいと思います。一番上、ニトリルゴムですね。これは最も一般的なゴムになりますね。耐油性、耐摩耗性があって、使える温度範囲もそこそこ広いです。だいたい100度ぐらいまで使えますね。で、その次に代表的なものはシリコーンゴムになりますね。これは耐熱性が200度ぐらいまであります。マイナスの方もマイナス50度まで使えますね。それからもう一つ代表的な材料としてフッ素ゴム FKM があります。これは耐熱性がシリコンゴムよりさらに高くて220度まで使えます。マイナスの方向はマイナス15度でシリコンよりも少し高い値になりますね。それから EPDM ですね。エチレンプロピレンゴム。これは耐薬品性が高いですね。その代わりに耐熱性が低いという特徴があります。で、表の右側にですね、いろいろな物質に対する耐性が書かれた表があります。で、具体的な設計をする場合は、この表を見て、どの用途に適用しているかというのをちゃんと見てから使った方がいいと思いますね。例えばですけども、EPDM は耐薬品性は強いですけども、潤滑油に対してはほぼ耐性を持ってないっていうことが言えるんですね。逆にフッ素ゴムは潤滑油に対してはほぼ耐性がありますけども、薬品に対してはあまり強くないといったそれぞれの材料に特徴がありますので、この表から特徴をつかんで選定してください。それでは次は高圧による使用の場合の注意点をお話ししていきます。この下側の図を見てください。一番左の列が圧力が0、真ん中が7メガパスカル、右側が21メガパスカルです。圧力が片側からかかった場合に、オーリングが圧力で押されて、片側に押し付けられるんですね。で、圧力が高くなっていくと、この隙間からオーリングがはみ出るということになります。ですからそこで使用しなければいけないのがバックアップリングですね。バックアップリングっていうのは圧力側の反対側に入れてオーリングのはみ出しを防止する機能があります。ですから高圧で使用する場合はバックアップリングの装着も視野に入れる必要があります。これが高圧で使用する場合の注意点ですね。それではみ出し現象と隙間との関係を表したのがこの1番の左側の表ですね。で、横軸が直径方向の隙間、縦軸が流体の圧力です。当然ですけども、隙間が大きくなればなるほど同じ圧力に対してもはみ出しやすくなりますし、オーリングの材質の硬さですね。
これシワ硬さというんですけども、HS70、HS80、HS90 とあって、硬ければ硬いほどはみ出しにくいです。この表からはみ出し現象があるかどうかを確認して、はみ出し現象がある場合はバックアップリングが必要だという判定をしていきます。それともう一つ大切な指標として、オーリングの潰ししろというのがあります。これはどういうことかというと、例えば直径が 10mm のオーリングで 1mm 潰したとすると、潰ししろが 10% ということですね。2mm 潰せば潰ししろが 20% ということです。で、潰ししろは最小 8%、最大 30% と書いてますね。これを頭に入れといて設計するようにしてください。こちらが JIS の潰ししろ寸法ですね。一番左がオーリングの比較サイズです。で、左から2つ目の欄がオーリング太さで、一番右の方に潰ししろ最大と最小があって、その潰ししろのパーセントですね。それが書いてありますね。この表を見てみると、だいたい 10% から 30% の範囲で潰ししろが設定してありますね。ですからざくっと設計する場合は、おおよそ 20% ぐらいは潰ししろを見て設計するといいと思います。では具体的なオーリング溝の寸法を見ていきたいと思います。この図のように外圧用と内圧用というふうに書いてありますけども、同じオーリングの直径線形でも寸法が違うんですね。何が違うかというと、理屈から話すと、外圧用は外から圧力がかかるので、内径側にオーリングを密着させるということですね。逆に内圧がかかる場合は、溝の外径側にオーリングを密着させる設計にする必要があります。これは当然ですけども、外からの圧力に対して外径側から圧力がかかる場合は、内径に密着して隙間を埋めるということなので、内径が密着してないとダメですね。内圧がかかる場合は、内圧から押されて外径側にひっついてシールするわけですから、外周側に密着させると。そういう風な設計をする必要があります。で、この右側の図にあるように、先ほどのはみ出し現象が起きると判断した場合は、バックアップリングを入れてください。バックアップリングを入れる場合の溝幅寸法も規定されています。それでは次はオイルシールの詳しい構造と機能を見ていきたいと思います。これがオイルシールの各部名称ですね。非常に複雑に細かく記載してくれていると思います。この左側の3番のところが外輪で、ここをハウジング側に圧入してオイルシールを取り付けます。圧入というのは、この外輪よりハウジング側を少し小さめに作ってプレスで押し込んで入れるということですね。これが圧入です。で、17番、これがリップですね。ここが回転軸に当たってグリスの漏れを防いでいる部分になります。で、9番のチリよけとありますけども、これがダストシールですね。これが外側からのゴミの侵入を防ぎます。ですからこの図で言うと、上側がグリスの溜まり側、下側が外気側ですね。外側ということになります。外からのゴミの侵入を9番のダストシールで防いで、中のグリースの漏れを17番のリップで防いでいると。こういうことになりますね。この下側の23番の輪っか、これ何かと言いますと、これバネなんですね。これバネを仕込んでおいて、このリップを回転軸に押し付けることで密着させる機能があります。では具体的にどのように使うか見ていきたいと思います。この真ん中のシャフトがこれが回転軸だとしましょう。左側の空間にグリスが封入されています。で、右側が待機側ですね。はい、真ん中のシャフトが回転軸だとしましょう。で、左側の空間にグリスが封入されているとします。右側が待機側ですね。で、このように装着するんですね。外輪側をハウジング側に圧入して装着します。で、実際はこれ圧入しないといけないので、ここの板は分割してネジ止めとかそういう風にします。そういうような構造にしてオイルシールを圧入していきます。で、ここの右側のこれがダストシールですね。で、左側のこの部分、これがグリス漏れを防ぐリップということになります。その内側にスプリングが仕込んであって、このスプリングがこのリップを締め付ける構造になってるんですね。そうすることで密着性が上がってグリスの漏れを防いでいると。そういうことになります。
それでは次はオイルシールの選び方について解説していきます。まずは使用条件が往復か回転、これを選定します。それを選定した後は軸端からの装着が可能なのか不可なのか。その次はハウジングの形状、溝があるのかないのかですね。その次に密封対象物を選んでください。あとは圧力ですね。圧力がかかるのかかからないのか。これらを基準に選んでいくと自然とどのオイルシールを選ぶ必要があるかが見えてくると思います。それともう一つ大切なオイルシールの選定基準。これが収束ですね。収束っていうのは何かというと、シャフトの直径の表面の部分がどれだけの速度で回っているかということです。いくらでも回転数の高い回転軸をシールできるわけではなくて、ある程度の速度の制限があります。それを超えて使うことはできません。で、この表を見ていただくと、A 型っていうのが一番収束が高くても使えるものですね。おおよそ12メーターマイセックと書いてあります。U 型が10メーターマイセック、K 型が8メーターマイセックということですね。で、この表を見ていただくとわかると思いますけども、軸径によって許容している収束が同じ型番でも違うということがわかると思います。例えば U 型を見てみますと、軸径が60ミリの場合は約11メーターですね。これが軸径が100ミリになると約 12.5 メーターぐらいまで許容していることがわかると思います。で、収束は計算してもいいんですけれども、このように表を載せてくれています。例えば軸径が100ミリで回転数が1000回転だとすると収束は約 5.5 メーターということですね。このようにして表から読み取ってオイルシールの型式を選定していくようにすればいいと思います。はい。これが具体的なオイルシールの装着例ですね。左上の絵はリップを傷つけないようにカバーを設けて軸の段差で傷つかないような配慮をしているという絵ですね。で、右下がベアリングのハウジングのグリスが漏れ出ないようにオイルシールを装着している例です。で、この場合はオイルシールのオイルシールケースを作ってそこにオイルシールを圧入してそのオイルシールケースをネジ止めしているような形状ですね。このようにしてオイルシールを装着してグリスの漏れを防ぐと。そういうことになりますね。では次はロッドパッキンの説明をしていきます。こちらは坂上製作所というパッキン製造の専門メーカーですね。はい。このように油圧用パッキン、空気圧用パッキン、ダストシール、軸受けオーリングという風にパッキンのほとんどを手掛けている会社です。こちらの油圧用パッキン、これを見ていきたいと思います。はい。一番上のピストン専用パッキン、それからロッド専用パッキンっていうのがあります。はい。ピストン専用パッキンは油圧ジャッキのロッドのボトム側ですね。そこに使われているパッキンですね。U パッキンという呼び方を一般的にしますけども、左側が受圧面の押し側、右側が受圧面の引き側ですね。で、それぞれ油圧がかかる、圧力がかかる方にリップを向けて装着しています。で、真ん中にはウェアリングというのがありますけども、これは修道材ですね。U パッキンもオーリングと同じようにバックアップリングが必要な場合があります。はい。こちらはロッド用パッキンですね。シリンダーのバレル側に装着して、ロッドの出入り口のところに用いるパッキンです。で、右側がダストシールでゴミの侵入を防ぎます。左側はバレル内部にかかっている油圧の漏れを防ぐ働きをしているということですね。はい。こちらがパッキン構成組み合わせになります。これ非常に便利だと思うんですけどもね。この中から必要なパッキンを選定していって選ぶことができます。油圧ジャッキ一つを見てもこれだけのたくさんのシールが使われています。これを見ていただくとパッキンの重要性がいかに高いかというのが分かっていただけると思います。はい。こちらが設計工作上のチェックポイントを書いてくれているページになります。で、設計上不具合もしくは工作上不具合があると漏れとか異常摩耗、破損の可能性があるっていうことですね。パッキンの取り付け方向には注意してくださいということです。これが逆向きですと当然ですけども漏れるということですね。それから機械加工の面粗さが粗いとこれも漏れたり異常摩耗につながります。あと傷がないこと、
それから角部にバリとか返りがないことですね。それから装着部にネジが切ってある場合は装着するときにリップに傷をつけたりしてしまいますので、先ほど紹介しましたようにジグを使って保護しながら装着すると。このような配慮が必要になってきます。実際にね、このようなパッキン類を手に取って触ってみると非常に華奢で柔らかいんですね。ですから組み立て時に傷つけないように、それから設計時に組み立てやすいような配慮をしておくというのが非常に重要になってくると思います。それでは最後にガスケットの一例を紹介していきたいと思います。こちらが大阪サニタリーという会社のサニタリー配管の紹介カタログになります。この左上ですね。はい、これがヘルール式のガスケットの接合面になります。これはクランプという締め付ける装置を使って配管と配管を目合わせで接合する、そういう方式の継ぎ手ですね。その間にガスケットが入っています。この方式の配管のメリットは分解洗浄が簡単だということですね。ボルト締めのように手間がなく非常に簡単に分解できて清掃性がいいというメリットがあります。こちらがその間に挟まっているヘルールガスケットですね。これを間に挟むことで内部を通っている流体の漏れを防いでいると。そういうものです。それでは現物を確認していきたいと思います。これがオーリングですね。外側の大きいやつが半透明のシリコンです。で、真ん中の黒いやつがフッ素ゴム FKM ですね。真ん中の小さな赤いやつ、これもシリコンゴムですね。半透明のシリコンゴムと何が違うかというと、硬さが違うんですね。こっちのシリコンの半透明の方は HS50 という硬さですね。柔らかめです。で、こちら側は HS70 ですね。昭和硬さ70のやつなので、ちょっと硬めですね。真ん中のフッ素ゴムも70のやつなので、硬めです。このように材質がいろいろあって、硬さもいろいろ選べますので、その用途に応じて使い分けしてください。で、次はオイルシールですね。見えますかね、ちょっと。バネが入ってるんですね。これちょっとバネ取ってみようと思いますけど、はい、これでバネが取れましたね。このようなリング状になったバネが入ってるんですね。で、このバネをつけておくことで、このリップをシャフトに押し付ける力が増えて、密封性が上がると、そういうものですね。はい、こちらは小さめのやつですけども、これもバネが入ってますね。はい、これがバネですね。最後はヘルールパッキンですね。このような感じで面状のパッキンになっています。今日の動画を見ていただいて、シール選定においてはいろいろな条件があるということがお分かりいただけたと思います。取り付け部の設計には細かな配慮が必要だということがお分かりいただけたと思います。今後の皆さんの設計にお役立てください。それでは今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。